風下の夜、ロサンゼルスのやぶりの下、音楽家の大スター、ビヨンセは、彼女の人生と多くの無防備な動物たちの未来を変える陸地に出ようとしていた。しかし、これは普通の量ではなかった。彼女は、新たなヒット曲や欲の数を追い求めていたわけではない。彼女は、知名度や名声よりも、はるかに大きなもののために戦っていたのだ。それは、しばしば忘れ取られ、助けを求める声を持たない無効な生き物の保護だった。コンサートを終えてくつろぎながら、ビヨンセの音楽が長年にわたって与えてきた影響を振り返っていた静かな夜だった。しかしその時、電話が鳴った。それは彼女が想像もしなかったような電話だった。電話の向こうでは、ある動物保護団体が悲惨な話を披露していた。アフリカの広々立ちな熱帯ヨクスのど真ん中で、未法なハンターたちが民を仕掛けて野生動物を捕獲し、痛みや苦しみに反応しているというのだ。ビヨンセはしばらく沈黙し、死体の深刻さを感じた。ただ傍観しているわけにはいかない。何かしなければ、と彼女は思った。自然とのつながりは、彼女の人生において常に重要な部分を占めていた。そして今、彼女はこの若い生き物を保護することに深い使命を感じていた。新たな使命の出現、一着早く、ビヨンセは自分の世界的なプラットフォームを自らを守ることのできない動物たちの代弁者にしようと決意した。彼女は自然保護の専門家、生物学者、活動家たちからなるチームを結成し、自分がどのように支援できるかを探った。彼女の使命は、この第一に注目を集めるだけでなく、あるいを救うために具体的かつ効果的な行動を起こすことだった。彼女は自然保護業を訪れ、動物保護団体のリダと話し、多くの動物たちが日常的に直面している残酷な現実を自分の目で募集することにした。到着したビヨンセを立ち迎えたのは、野生動物保護団体と専門家に保護された動物たちだった。彼女は石尾と共にかがしい民を歩き、かつては怪我を払い、心に雨を払った動物たちが徐々に回復していくのを見守った。しかし、彼女がそこにいる間にも、廃墟は起ころうとしていた。キリンのテリトリーで大規模な木狩り作戦が進行中だったのだ。いくつかの地域にマインが仕掛けられており、今にも罪のない生き物が捕獲されそうだった。ビヨンセはそれを許すことができなかった。勇気と決断力を振りそり、彼女は地元の活動家たちに加わり、彼らと共にハンターたちが活動している地域に潜入した。戦略的にマインを開示式をし、すでに捕獲されていた動物を解放する手助けをした。捕獲された動物の中には、中傷を払った者もいたが、状態は良好で野生にもなせる者もいた。動物たちを救うという単純な人物が、やがてさらに大きなものに変わっていった。世界的な影響力を持つビヨンセは、この代を支援するためにファン、セレブリティ、団体を登園し始めた。彼女は、救急活動を支援するための資金調達キャンペーンを開始し、活動家たちに声を提供し、大目狩りをなくし、地球の生物多様性を保護する緊急の必要性について一般の人々を教育する手助けをした。ライブストリーミングで行われたイベントで、ビヨンセは100万人もの人々の心を打つ感動的なスピーチを行った。彼女は動物たちが単様な人間によって殺されたり投与されたりする心配をすることなく、いかに自由に生きるにふさわしいかをこった。ビヨンセの言葉先が張り強かったのは、彼女の獣によるものだけでなく、彼女の心からあつれ出た敬
の感情によるものだった。私たちの地球はすべての生き物に依存しています。物が絶滅すれば貴重なものが要件に嫌われてしまう。私たちは無防備な生き物の苦しみに加担することはできません。メリンダではなく、に行動しなければなりません。動物を救い、保護するこの行動の後、ビョンセは真の動物愛護主義者となった。彼女の影響力は、命を救うのに下っただけでなく、他の人々にも雨乞いに参加するよう促した。メイカリに対する意識を高めるキャンペーンは世界的に広がり、各国政府は環境法を強化し始めた。一方、ビヨンセは変わらぬ焦点と情熱を持って音楽活動を続けたが、今や彼女のメッセ、自派メイカダ講義に対する彼女のコミットメントは、公人がそのプラットフォームをどのように変えば、実際に永続界の影響を与えるコートができるかの見元となった。彼女はまた NGO と協力し、新しい野生動物保護区の設立に資金を提供したり、世界中の学校で教育プログラムを推進したりするようになった。特に子どもたちは、あらゆる生命を尊重し、環境保険に貢献することの重要性を理解し始めた。ビヨンセの動物愛護の物立ては、それだけで終わらなかった。彼女のキャリアに降伏され、他のセレブたちもこの活動に参加するようになったのだ。アーティスト、アスリート、そして世界の指導者たちまでもが、メイカリに反対し、野生動物を保護するための公的政策の厳格化を推進するようになった。ビヨンセは動物保護活動の世界的な大使となった。彼女は音楽の起点であると同時に、正義と思いやりの叫びでもある巨大なコンサートで、世界中のステージにメッセージを届けた。コンサートのたびに、イベントのたびに動物を保護し、尊重するという彼女のメッセージを広める機会となった。彼女はまた、休憩された動物たちのためのリハビリテーションプログラムにも自身の財団を拡大した。彼女は有名な集約や生物学者ともパートナーシップを結び、自分が助けた動物たちに長期的なケアを提供した。こうしてビヨンセは、その営業力と各層の知によって無防備な動物たちを保護し、来るべき時代のためにより安全な未来を助け続けた。彼女は、音楽が芸術であるだけでなく、世界を変革する強力なアチュルであることを証明した。今日、ビヨンセの命は、彼女が長年にわたって成し遂げてきた音楽的成功だけでなく、世界に与えたポジティブな影響でも記憶されている。動物を救い、メカリと甘い、環境意識を広める彼女の旅は、地球上の何百万人もの人々にインスピレーションを与え続けている。彼女は痛みと情熱を行動に移し、その過程で世界を変えたのだ。ビヨンセはポップ説の女王であると同時に動物界の女王でもあったのだ。そして無防備な者たちを守るという彼女の使命は起き続け、美の偉大さは図からを守ることのできない者への配慮から生まれることを街に思い起こさせている。そして私たちにインスピレーションを与え、挑戦を与え、私たちを近づけるストーリーをもっと見るためにチャンネル登録することを忘れないでください。